こんにちは、ホロロです。リビングの松永さん、10話の感想をお届けします。恋愛模様が一気に進展しました。これはあれですね。キュンですね。松永さん、ミコ、ケンちゃん、あさこさん、おめでとうございます。さて、今回も気になったポイントを解説していきます。カップルが成立したのはいいんですが、2名、その口を封じなければならない危険な登場人物をピックアップしています。お前たちは喋りすぎた。いつも通り前半はストーリーの振り返り、最後までご覧ください。ドラマについて最終話までストーリーの振り返りや感想を配信していくので、チャンネル登録もお願いいたします。リビングの松永さんの動画で1000回再生を超える動画がポツポツ出始めました。どの動画もじわーっと見てもらえているようで嬉しいです。いつもありがとうございます。私は今も純のことが好きだよ。松永さんに身を寄せる小夏。しかし松永さんは彼女を遠ざけます。好きな人がいる。それは小夏の告白に対する答えでした。もう恋人同士には戻れないことを知った小夏。努めて明るく振る舞いながら去っていきました。小夏とグッバイした松永さんはシェアハウスに帰り、ミコに小夏との過去をつまびらかに話します。松永さんは一人でシェアハウスを出て行こうとしたのではなく、小夏と二人で暮らすつもりでした。そのタイミングで小夏に海外赴任の話が持ち上がり、彼女は一人で出て行ってしまいました。松永さんはかなり引きずったと言います。どうやら遠距離恋愛にもならず、別れてしまったようです。でも、今はもう何とも思ってない。そう言って、小夏を振ったことをミコに伝えました。淳くん、ミコと松永さんのやりとりを見ていた健太郎が声をかけます。ミコへの思いを伝えることを勧めてきました。しかし松永さんはそれを拒絶します。相手は未成年だし、自分は保護者代わりである。と。しかし健太郎は、好きな気持ちを知ってもらえるだけでもミコは嬉しいはず。そう言って優しく背中を押します。松永さんは深く考え込みました。もはやミコのことが好きな気持ちは否定しません。健太郎は松永さんに呪いがかかっていると表現し、二人の関係を朝子さんに話しました。朝子さんは茜とサンジのことを思い出します。もともと友人関係だった二人は、恋人として意識することができなかったと言います。二人の間を繋いだのはキス。異性としてときめくか試してみたのです。しかしキスをするにしてもきっかけが必要。そこで健太郎はダブルデートを提案します。自分と朝子さん、ミコと松永さん。デートと言わずに声をかければ、ダブツの松永さんも首を縦に振ってくれそうです。しかし朝子さんは、亮が一人残されてしまうことを気にかけます。黙って耳を傾けていた亮でしたが、自分のことは気にしなくていいと言いました。健太郎は松永さんを水族館に誘います。もちろん誘い文句はみんなで。松永さんは仕事が立て込んでいましたが、楽しいイベントには目がありません。気合を入れて仕事を終わらせると意気込みます。健太郎から松永さんに渡されたチケットは2枚。いぶかしげに目を細める松永さんに対し、ミコを誘うように言い残し、健太郎は出かけていきました。入れ替わりで入ってきた亮に、松永さんは、楽しみだなぁ、と無邪気に話しかけます。亮は気まずそうに、自分は用事があっていけないことを伝えました。みんなで楽しんできてください、ダブルデート。法治法で強調されて、初めて恋愛を意識するイベントであることを知った松永さんは、目をまん丸にして驚きました。約束した以上、もう後には引けません。松永さんはミコを水族館に誘います。あくまでみんなでを強調する松永さんでしたが、ミコは大喜び。もともと父親と会う約束がありましたが、それを放り出していくことにします。父親との約束を保護にするなんて、松永さんの美学に反しそうなんですが、喜ぶミコを前に嬉しそうに微笑むのでした。ダブルデート当日、仕事をきっちり終わらせた松永さんでしたが、あまりにもギリギリだったのか、寝癖が爆発した状態でやってきます。仕方なく現地でカワウソの浮かれた被り物を調達して寝癖を隠した松永さんは死んだ魚の目で佇んでいました。松永さんは意地悪のつもりでミコにも同じものを被らせます。しかし女子はそういったアイテムに免疫があります。ディズニーリゾートで休みの日にもかかわらずわざわざ制服を着てミニーマウスの耳とリボンのカチューシャで頭の上を飾り立てた女性を見たことなかったのでしょう。平気な顔をしたミコはペアルックになったことを指摘します。松永さんはひどく狼狽しました。そんな茶番をしているうちに健太郎と朝子さんは姿を消してしまいました。気を使って二人きりの状況を作ってくれたのです。朝子さんは健太郎に感謝を伝えます。その日は朝子さんの離婚記念日でした。毎年その日に健太郎は朝子さんを連れ出して気晴らしをさせてくれているのです。健太郎はたまたまだよと嘘吹き、それ以上気を使わせまいとします。その頃ミコは不安げな面持ちで健太郎と朝子さんを探していました。ミコはダブルデートだとは思っていないので、二人きりにしてくれたとはつゆほども思っていないのです。人混みの中、足早になるミコの腕を松永さんが掴みました。はぐれないように手をつなぎます。とてもナチュラルなモーションでつなぎます。若干の強引さに引け目を感じたのか、松永さんは自分からつないでおいてすぐに手放してしまいました。健太郎と朝子さんのことはさておき、二人は足利握手ができるショーにやってきました。飼育員のお姉さんが二人をカップルと勘違いします。彼氏さん、彼女さんと言われ、ミコは慌てて否定しようとします。しかし松永さんは、そういうことでいいんじゃないかと言い、アシカの元へ向かいます。アシカと握手をし、無邪気にポーズを取る松永さん。二人は幸福なひとときを過ごしました。結局健太郎たちとは合流できませんでしたが、それでも楽しかった一日を二人は噛み締めるように振り返ります。ミコは、またみんなで一緒に来たいと一線引いた発言をしました。松永さんは健太郎のアドバイスを思い出します。ミコちゃん、淳くんの本当の気持ちを知れたら嬉しいと思う。松永さんは悩みます。そうこうしているうちに、ミコはサメの水槽に向かって元気よく歩き始めました。松永さんは意を決して、ミコの背中に向かって声をかけます。そして口を開きかけたその時、松永さんのスマホが明動しました。
それは取引先からの連絡でした。二言三言言葉を交わし、電話を切ると松永さんは何もなかったかのように歩き始めます。その行動に違和感を覚えた美子は松永さんを呼び止めます。心配かけないようにして無理して笑っているなら俺に気を使うな。いつかそう言ってもらったように、美子はその言葉をそっくりそのまま返します。松永さんは苦虫を噛みつぶしたような顔でためらいながらも正直に告白します。やはりそれはすぐに取り掛かるべき案件でした。もう十分に楽しんだから行ってほしいと美子は松永さんの背中を押します。松永さんは感謝を口にしきびすを返しました。頑張ってください。美子は走り去るその背中に心の底からのエールを投げかけました。その頃健太郎と朝子さんはまだイルカの水槽の前にいました。水族館を満喫する気はさらさらないようです。朝子さんは自分だけの取り残されている境遇を悲観しました。朝子さんにも呪いはつきまとっているようです。健太郎は恋多き男、恋をしたらいいとさも簡単なことのように言います。朝子さんは恋ができない言い訳をし線を引きますが、健太郎はあっさりと踏み越えてきました。その呪い、試しに俺が解いてみようか。朝子さんは驚きます。からかわないでほしいと照れますが、健太郎は本気でした。幸い周囲にはイルカしかいないようです。いや、健太郎ならいてもしたかもしれません。何も言わずに近づき、流れるように朝子さんの唇を奪いました。青い照明に照らされたロマンティックな公開接吻ショーは図らずも美子の眼前で行われました。美子はカワウソの顔を握りつぶしながら硬直します。目の前で起きている現実に理解が追いつきません。帰りの車中、美子は先ほど目撃したとんでもない出来事を咀嚼しています。美子のパニックを知ってか知らずか、健太郎は朝子さんと寄り道をしてから帰ると言います。美子は途中で降ろされることになりました。健太郎のおよそ常識とはかけ離れた行動に普段なら疑念を抱きそうなのですが、今の美子は全てを受け入れます。ところが美子の考えとは違う意図はそこにはありました。水族館楽しんだか？車を降りてほっとしたのもつかの間、美子は水族館の感想を問われました。声の出所に目を向けると、そこには松永さんが颯爽と佇んでいました。健太郎は松永さんに頼まれて、美子を松永さんと引き合わせたのです。松永さんは美子に見せたいものがあると言います。寒空の下、おどけ合いながら二人を歩みを進めます。松永さんが見せたかったのは、公園一面を飾り立てたイルミネーション。美子はその圧倒的な美しさに息を飲みます。松永さんは改まって美子に話したいことがあると告げました。急展開に感情が追いつきません。そんな美子の心の奥底を見抜いたのか、松永さんはこっちを見てほしいと言います。その表情は真剣そのものでした。美子のことが好きだ。ついに松永さんは正直な思いを伝えました。美子も再び松永さんに恋を伝えます。松永さんはかつて見たことがないほどの柔和な表情で答えます。ありがとう、嬉しいよ、と。ついに気持ちが通じ合った二人。しかし二人の間には年齢差という看過できない現実があります。美子はまだ未成年の高校生なのです。松永さんは気持ちを知ってもらいたかっただけと言います。二人はあくまで精神的なつながりを持っただけで、実際の交際はしないのです。それが保護者である松永さんのけじめでした。美子は一瞬寂しそうな表情をしましたが、それでも嬉しいと言います。公園からの帰り道、美子は早速甘えます。手をつなぎたいというのです。大人の松永さんは、はぐれないためなら、と上手に本音と建前を使い分け、二人の手は結ばれました。そして次の瞬間には、ためらいなく指と指を絡め合う形になります。その時、美子はつまずきます。松永さんは慌てて抱き留めました。そして急接近する二人の顔。視線が交錯する中で、松永さんの取った選択は美子を抱きしめることでした。美子もそれに応えるように松永さんの背中に両腕を回したのでした。健太郎は任務を終え、二人きりになると呪いの話を持ち出します。健太郎は白雪姫の王子様になれたのでしょうか？朝子さんの答えはノー。冗談をめかして友達以上の感情は芽生えなかったと言います。しかし健太郎は真剣でした。俺はすごいドキドキしたよ。リビングの松永さん、10話でした。健太郎と朝子さんが急接近。もともとバレンタインチョコをねだったり、仲睦まじげに家事を手伝ったり、フラグは立っていましたよね。UNEXT のサムネイルも2人がキスするまで秒読みの瞬間を切り取っており、堂々とネタバレをしていました。公式も、今回の見どころはここ、と押しているようです。でもちょっと待って。他に注目しなきゃいけない2人をお忘れですか？そう、小夏と松永さんです。小夏先生の物語が終わってしまいました。前回、美子の気持ちを知った小夏。それを知った上で、松永さんへの告白に踏み切りました。告白自体はもともと予定していたことでしたし、非難されることではありません。それでも結果だけ見ると、恋のライバル、しかも自分の教え子を出し抜こうとした形になってしまいました。そして自滅により退場。ちょっと不憫だったこともあって、前回の動画で小夏のフォローをしましたが、それも全くの見当違いでした。かつての小夏は別に松永さんに気を使って自ら出ていったわけではありませんでした。ただ自分の夢を追いかけただけ。こちらも特に責められることではないのですが、松永さんはかなりショックを受けたようです。全くいいところのない小夏先生でした。さて、松永さんは小夏に告白されたことを美子に話していました。僕、ここがちょっと松永さんらしくないなぁと思ってしまいました。小夏は美子の担任の先生です。教え子の好きな人に告白したなんて、きっと知られたくないはず。今後も教師と生徒の関係は続いていくんです。それを知ってか知らずか、松永さんはあっさり喋ってしまいます。ミーコが俺のことを好きなのは分かっている。だから振っておいたぞ。そう見えてしまったのは僕の心が歪んでいるから。自分はかつて小夏に振られたというところで話を置いてもよかったですよね。そして松永さん自身も健太郎によってミコのことを好きになっていることを朝子さんや亮の前で暴露されてしまいました。僕だったら同じ屋根の下で住む人たちに一回り年下の女子高生に恋心を抱いているなんて絶対に知られたくないんですけど、特にそこに言及はされませんでした。健太郎も松永さんも人のことペラペラ喋りすぎじゃないですか。
はい、そうですよね。大事なのはそんな揚げ足取りではありません。ミコと松永さんの気持ちが通じ合いました。おめでとうございます。松永さんが気持ちを伝えるだけと手を出さない宣言をした時は、松永さん立派と思わず声に出してしまったピュアな成人男性の僕です。ミコも一度はそれで納得したのですが、すぐに我慢できなくなります。手をつなぐという肉体的な接触はやってませんかね？今、二人の中は熱々なんです。拒絶できるわけないじゃないですか。鉄は熱いうちに打てと言わんばかりのミコの要求に、松永さんが一生懸命社会的規範の上に作った感情のダムはあっさりと決壊し、いわゆる恋人つなぎに至ったんですね。そして何もないところでつまずくというゴリ押しパワープレイに僕は真の像が痒くなりました。今回はドラマリビングの松永さん第10話を振り返りました。男性視点での感想が気になる方はぜひチャンネル登録をお願いします。いいねやコメントも大変励みになります。一緒にドラマや俳優さんを応援しましょう。TVer では見逃し配信が行われています。こちらは無料なのでぜひもう一度どうぞ。Unext では定額見放題で配信中。見逃しすぎてしまった方、CM を挟まずに見たい方はこちらへどうぞ。初めての方は最初の1ヶ月が無料で見られます。僕も Unext で視聴しています。それでは次回もお会いできますように。バイバイ。